時、人々は夢を抱いていた。この地球か、はたまた遠くの星か、とにかくどこかに彼らの理想郷があり、いつか技術の進歩とともにそこにたどり着くことができると。しかし歴史の針が限界まで振り切れた時、真に世界を覆ったのは熱であった。進歩の果てに待っていたのは全ての境界が誘拐するプロセスだった。かつて個々人が抱いていたひねやかな感情や誰にも触れさせなかった記憶は超高効率のネットワークによって抽出され、2箇所に集められた。人類の共有地という理念の下で行われた。それはその実情報の泥沼を拡大する乱法でしかなかった。街を満たしているのはかつての幻想ではない。膨大な演算処理を続けるサーバー群が吐き出す物理的な排熱である。アスファルトは常にかけるをまとい、かつての理想郷の夢は熱波に歪む蜃気楼として都市のあちこちに投影されている。情報の飽和は海の崩壊を引き起こした。人々が言葉を交わす必要はなくなった。全ての思考がリアルタイムで同期され、混ざり合い、誰が何を考えているのかを区別する個の壁が消失したからだ。愛の告白も別れの悲鳴も全ては一つの巨大なノイズの中に溶け落ち、均一化されていく。システムは最適化を繰り返し、感情の揺らぎさえも計算可能な数値へと置き換えた。だがその計算式が複雑化すればするほど演算装置はさらなる熱を帯びる。かつて心と呼ばれたものはもはやオーバーロードの原因でしかなかった。世界において唯一確かな事実は熱いということだけだった。幸福を定義しようとする試みはその都度エラーメッセージを吐き出して停止する。人々が目指したユートピアの最終形態は冷徹な理性が支配する静寂ではなく、制御不能に陥った高熱の檻だったのだ。これがとある世界の滅亡の顛末です。私たちにはあまりに突拍子もなく見える出来事ですが、彼らからすれば小さな違和感の積み重ねに過ぎなかったのでしょう。ところで、とある世界ってどこだと思いますか？繰り返す雨の音が絡んだ熱にとくるあてもなく